よきです。今回は男性が好きを伝えたい時に女性にすることについて話していきたいなと思います。彼からの好きサイン見逃してませんか？男性は女性のように感情を言葉で伝えることが苦手な場合が多いんですね。でも好きという気持ちをストレートに見せる代わりに態度や行動で見せることが多いんですよ。例えば何気ないデートの誘い方や LINE の内容、プレゼントの選び方、こういったところに現れてくることもあるんですね。彼の行動を深く観察してみると、そこにはあなたへの隠された愛情が溢れているかもしれません。ただ男性の好きサインは見逃してしまうほどさりげないこともある。これって脈ありなのかな？ただの友達なのかな？もやもやする日々を送っている方もいるのではないでしょうか。そんなあなたのために今回は男性が好きを伝えたい時に見せる行動について徹底解説します。というわけで早速いきましょう。では一つ目は特別なデートを企画する。好きを伝えたい時にはこれがありますね。君は特別なんだよっていうことを伝えたいからこういった形でまず見せますよね。そして男としてもその特別な女性と特別な時間を過ごしたい。女性が好きそうなロマンチックな雰囲気を作りたい。非日常的な空間を味わわせてあげたい。そういった気持ちがあるからこそ特別なデートを企画するんですね。なのでサプライズで遊園地のチケットを買ってきたりとか、お互いが好きなアーティストのライブのチケットを手に入れたりとか、イベントでいい席を取ったりとか、そういったことはありますよね。あとは付き合った後の話で言うと、誕生日にしっかりと祝う。適当に過ごすんじゃなくて、ディナーに連れて行って、おしゃれなところにも連れて行って、普段行かないようなバーにも連れて行っちゃったりして、そうやって俺は君に気持ちがあるんだよっていうことをここで示しますよね。あとはなかなか時間を要する旅行とか、長距離ドライブに行くとかね。そうやって普段しないような特別なデートの企画を男がしてきた場合には愛情を示したいと思っているので好きを伝えたい時ですね。では2つ目はプレゼントを贈る。プレゼントは男性からすると言葉では伝えきれない愛情や感謝の気持ちを伝えることができる手段なんですよね。さらにプレゼントを贈る前の段階ではその女性の喜ぶ顔を想像しながらプレゼント選びをしていたりもするわけですよね。この女性は喜んでくれるかな、そういった気持ちでプレゼント選びを真剣にしていることもあるわけですよ。だからあなたの好きなものをしっかり認識してプレゼントを送ってきた時にはそういった考えは頭にあったりしますよね。この子そういえばこういうものを好きって言ってたよな、じゃあこれプレゼントしよう、そうやって考えてますよね。こうすれば自分の好きな気持ちを伝えることができる男としては思ってます。具体的に言うと、例えば付き合った後の話で言うと、彼女が欲しがっていたネックレスをこっそり買って特別な日にプレゼントする。こういったことは好きな気持ちをしっかり伝えたいなと思った時にしやすいですよね。あとは付き合う前の話で言うと、女性がチョコレートが好きだという情報を教えてくれたのであれば、チョコレート系のお土産を買って渡すとか、そういったことがありますよね。あとは彼女が好きなキャラクターのグッズを可愛くラッピングしてプレゼントするとかね、そういったことも男性によってはするのではないかなと思う。あとは飲み物を買ってあげたりっていうのはめちゃくちゃ多いと思いますね。ここでちょっとした好きを見せていることもありますよ。付き合う前は特にこういったところでアピールをする男性は多いんじゃないかなと思う。付き合った後は普通にアピールとかなしで、俺の彼女だから普通に俺が出すよっていう感じだけどね。男は女性にプレゼントを渡すことによって好きな気持ちを伝えていることは多々あります。では3つ目は手紙やメッセージで気持ちを伝える。男って面と向かって言うの恥ずかしがる男性がものすごく多いよね。面と向かっては恥ずかしくて言えないようなことでも、手紙やメッセージだったら気持ちを伝えることができる男性は多い。特に付き合った後は面と向かって好きっていうのが恥ずかしいと感じる男性はとても多いんですよ。そういう不器用な男性でもやっぱ好きっていう気持ちはどこかで伝えたいと思ってるし、頭の中では分かっていたりするんですよね。本当は好きっていう言葉とか可愛いっていう言葉を求めてんだろうな。だからどこかで伝えたい気持ちが増してるんですよ。ってなってくると、じゃあどこかで伝えたいってなった時に手紙とかメッセージで伝えるよね。あとはメッセージに関してもそう。付き合った後でメッセージの頻度がすごく減ったっていう男性ってかなり多いと思うんだよね。男って付き合った後でメッセージ減る傾向あるんですよ。もちろん女性も付き合った後にメッセージが減ることはあるかもしれないけど、傾向的にやっぱ男性の方が割合が高いのかなって思う。だからもしメッセージで毎日のようにおはようって言ったりとか、定期的に好きだよって言ったりとか、そういったことをメッセージでも送ってくれたり、メッセージをしっかりと続けるっていうことをしている場合には、それは男なりの愛情表現だったりもしますよね。君のことしっかり見ているよ俺はっていう好きサインだったりします。具体的に言うと、例えば女性が落ち込んでいて、そういった時にメッセージでもちゃんと励ましのメッセージを送ってくれるとか、めんどくさがらずにしっかりとメッセージの相手をするっていうことをずっとしてくるようであれば愛情はありますよね。といったところで手紙やメッセージで気持ちを伝えたり、しっかりと向き合う姿勢を見せてきた場合には好きだよという気持ちも伝えてますね。
では4つ目は積極的にスキンシップをする。スキンシップは愛情表現ですよね。言葉で伝えるよりも直接触れることでより深い愛情を伝えることもあります。もちろん下心の時もありますけどね。ただこれも付き合った後の話になってくるけど、付き合った後でいつもよりもスキンシップが積極的だったりとか強めだったりとか勢いがあるなって感じた時にはシンプルに興奮してるっていうのもあるけど、この子を喜ばせたいなって思っている時もある。それは付き合って半年1年経った後の話ですけどね。であとは両思いとか付き合い始めの話で言うと、デート中に手をつなごうとするとかね。好きな気持ちが強いとやっぱそういうこともしたくなる男性はいると思う。しない男性はしないと思うけどね。あとは家で一緒にいる時に積極的にハグをしてこようとするとか愛情はありますよね。男って好きな気持ちが強いほどにスキンシップの強さに現れることって意外とあるから、積極的にスキンシップを取ろうとしてきた場合には好き好きっていう気持ちを伝えたいっていうことは多いんじゃないかなと思いますね。では5つ目は彼女の話を真剣に聞く。真剣に聞くっていうのが愛情なんですよね。彼女の話を真剣に聞くというのは彼女を尊重して理解しようっていう姿勢を示してますよね。共感とか時にはアドバイスをすることによって信頼関係をより築こうとしている。だから話を聞く姿勢で好きが見えてきますよね。だから女性が仕事の愚痴を言ったとしても、それに対してしっかりと共感してあげて、頑張ったね、そういうこともあるよね、ねぎらいの言葉をかけて寄り添ってあげる。こういったことをしてきたら好きな気持ちはそれなりに強いですよ。あとは女性の悩みを聞いて、その悩みにすごく寄り添って解決策を一緒に見つけ出そうとする。そうやって心の支えになろうとする姿勢を見せてきたら好きな気持ちがある場合もありますよね。もちろんその悩みが他の男性のことだったらちょっと変わってくるかもしれないけどね。その他の男性としっかりつながることができるように一緒に解決していこうとはなりにくいかもしれない。むしろこっちがうまくいきたいんだから。確かにそういう男性もいるよね。俺だったらそういうことしないんだけどな。自分のアピール入ってくることもあるかもしれないね。では6つ目はサプライズをする。これも好きを伝えたい時にはしますね。男ってふとした時にサプライズで喜びを与えたいなって思うことが多いと思う。それすらも頭にない男性もなかなか多いかもしれないけど、やっぱね、どこかで愛情を示したいっていう気持ちが心の中にあるんですよ。でさらに急に思いつくことが多いんですよ、男って。ふと喜ばせたいなって思う時あるんだよね。普段支えてもらってるし、ここで何か気持ち見せたいな、ふとそういう気持ちになっていることがある。なので具体的に言うと、例えば彼女の好きな花束を買ってプレゼントする。こういったことはありますよね。特別な日にすることはもちろんあるし、何気ない日常の中でする男性も中にはいますよね。花屋さんを見た時にふと思うわけですよね。今日この花買って帰ったら喜んでくれるかな、そういうふうに思うわけですよ。普段好きとか愛してるをあんまり言っていない男性とか、日常的にあんまり時間取れなくてデートに連れて行くことも少ない男性とか、そういった男性はこういったところで愛情を示そうと思っちゃうこともありますよね。花束をプレゼントして普段表現しきれていない愛情をここで表現することもありますよね。であとは急に今日ディナー一緒に行こうかって言ってディナーに行こうとするとかありますよね。忙しい男性だったらね、こういうこともやることがあるんじゃないかなって思う。という感じでですね、サプライズで男は自分の好きな気持ちを示そうとすることはあります。では7つ目は彼女のことを優先する。自分よりも彼女のことを優先することによって愛情を示していますよね。これはね、あらゆるところで見えてきますよ。小さなところで言うと、ご飯食べる時もそうですね。一緒に外食に行った時に彼女の料理が来るのを待って、かつ彼女が食べてから男性が食べるのか。あとは一緒に寝るってなった時に男性が先に寝ないで女性が寝てから男性が寝るかとかね。小さなところで言うとそういった部分にも気持ちが現れる。外食に行った時にも壁側のゆったりできるような席と手前の木の椅子の席のどちらに座ろうかってなった時に、男性は率先して自分から硬い木の椅子に座って女性を柔らかい席の方に座らせる。そういったところでも当たり前のように優先しますよね。あとは部屋の中とか車の中の温度に関してもそうだし、歩くペースもそうですね。あとは自分の趣味の時間を削って彼女とのデートの時間にどれだけ当てるかとかね。やっぱゲームずっとやってデートを全然しない男性は愛情を示そうという気持ちが足りないよね。逆にゲームするような男性だったとしても、付き合ってからゲームをすることが減ってデートの頻度が高くなったっていう感じであれば、愛情を示したいなっていう気持ちが現れているよね。あとは男性も疲れている中で女性が落ち込んでいる時にしっかりと話を聞いてあげるとかね。そういう感じで自分の愛情、好きな気持ちを伝えるということもあります。では次は褒める。付き合う前でも付き合った後でもありますね。付き合う前は
男性が女性を褒めた時には好きっていう気持ちも遠回しにちょっと伝えてる部分ありますよ。もちろんそうじゃない時もあるんだけど、恋愛感情を乗せてることも多いよね。普段褒めてこない男性がふと褒めてきたら、その時にちょっとアピールしたなって思いますもん。女性として好きな気持ちちょっと見せたなと思うし、自分が言う時もやっぱその感覚わかりますもんね。ちょっと恋愛感情乗ってる時もあるんですよ。なので付き合う前だったら褒めることによって自分の思い気持ちを伝えたいっていうことはあるし、付き合った後だったらちょっとまた感覚変わってきて、褒めることによって愛してるっていう気持ちをしっかり認識してほしいなって感じたりしますよね。付き合った後って男は極端に褒めること少なくなる傾向あるんですよ。それこそ付き合う前は褒めていた男性が付き合った後は全く褒めなくなるみたいなことも多々あるわけですよね。だからもし付き合った後でしっかりと日常的に褒めてくる男性がいるようであれば意識してますよね。可愛いって言ってあげることによって自分の愛情を示そうとか、気分よくいてくれたら嬉しいなとか、彼女の気持ちに寄り添っている。可愛いと思っていないとか好きと思っていないというわけじゃ全くないですからね。ずっと好きなんですよ。愛情度合いは変わんないんですよね。メイクしたから愛情度合い高まるとかじゃないんですよ。もうずっと好きなんですよ。なのでそういった変化があるようなポイントでしっかりと褒めることができる男性っていうのは女性の感覚にどちらかというと合わせていることも多いのかなって思うので、好きだよ、君のこと愛してるよっていうことを伝えているのは入ってますね。もちろん可愛いと思ってるし好きですよ。似合ってると思ってるし。なので見た目の話で言うとそういう感じですね。付き合う前の例え話で言うと、〇〇ちゃんってほんと頑張り屋さんだね、そういう努力できる子魅力的だよな、そうやって褒めて自分がそういう努力できる女性に魅力感じてるよっていうことも同時にアピールしたりね。そういったことは好きを伝えたかったら男性によってはありますよね。あとは〇〇ちゃんの笑顔を見てると元気もらえるんだよな、こういう何気ない一言も好きが隠れていることもありますよ。好きだったらやっぱ褒めたくなる。では次は家事や身の回りのことを手伝う。こうすることで愛情を示そうとする男性はたくさんいます。これに関しては一緒に暮らした後の話ですよね。同棲をして一緒に生活をしている中で家事や身の回りのことを手伝って愛情表現をする。プラスで感謝の気持ちも伝えていますよね。普段こういうことをやってくれてありがとうな、今日は俺に任せて少しでも君の負担を減らしてあげるからね、そういう気持ちを男としては見せてるよね。でさらに一緒に過ごす時間も増やしたいなっていう気持ちがあったりするし、絆を深めようとも思っている。これが男の心理ですよね。なので例えば彼女が疲れている時に自分がご飯を作ってあげる、そういったことをしたら愛情を示したいと思っていることも多いと思いますね。あとは彼女が忙しい時に自分が代わりに掃除、身の回りのことをやるとかね。たとえ自分が仕事で稼いでくるっていうのがメインの業務で、女性が専業主婦で家事がメインの業務だとしても柔軟にそこは考えて、彼女が忙しいのであれば自分が仕事も家事のこともしっかりやると、そういう感じでね愛情を示しますよね。こういったことは一緒に暮らした後で意外と多い愛情表現の仕方なのかなって思いますね。ただ舐めた考えしてる男性もいますけどね。共働きで男性もそんな稼いでるわけじゃないのに家事のことは全部女性に任せて、そういった状況の時に男性がたまにちょっとお皿洗ってドヤ顔でお皿洗ったよって言うみたいな、愛情をその男性なりに示してるんだろうけど、舐めてるよね、足りないよね、女性の負担多すぎるよね。だったら、同棲してるんだったら家賃とか光熱費全部払って、かつ料理の手間代を払うとかした方がいいよね。対して家にお金入れているわけでもないのに、ご飯まだみたいな、飲み物持ってきてとかさ、威張る男たまにいそうじゃん。普通に別れた方がいいよね。結婚する前に別れた方がいいと思う。結婚した後だったら男にメリットあるからね、稼ぎ少なかったら。という感じでね、余談が過ぎましたけども、こういった感じで家事や身の回りのことを手伝う時も男は愛情を示すということはあります。では次は頻繁に彼女のことを考える。めっちゃ強い愛情表現だね。些細な気遣いとか些細な連絡は愛情表現ですよね。途中でしっかりメッセージ返していくとか、今何してんのって聞くとか、好きだからこそ、大切に思っているからこそ途中で意識を彼女や女性の方に向けますよね。具体的に言うと、例えば仕事中にふと彼女のことを考えて LINE で今何してんのって聞くとかね。彼女からメッセージが来ているのであればしっかりと途中の隙間時間で返すとか、なかなか愛情表現してますね。そんな仕事に力入れてない男性だったら余裕だと思いますよ。ただ仕事にしっかり力入れて集中して仕事モード、狩りのモードになっているんだったら、気持ち急に切り替えるの結構エネルギー使う。だから仕事ができる男性で、かつ日中にしっかり連絡取っているようだったら、だいぶ頑張ってるなっていう印象ありますよね。それぐらい安心させたいとか、不安に思ってほしくないとか、好きな気持ち示せないの嫌だなとか、気持ちの強さ見えますよね。
強い愛情が現れてるなって思いますよ。という感じで、常に考えるというのは難しいかもしれないけど、間でメッセージを送っていたりとか、夜にまとまったメッセージの時間を作るとか、そういったことを頻繁にしてくるようであれば、好きだよっていう気持ちを見せてます。はい、という感じで、男性が好きを伝えたい時に見せる行動、思い当たる節はありましたか？もしかしたら彼はすでにあなたにたくさんのサインを送っているのかもしれません。これらのサインを参考に彼の気持ちを見抜いて、2人の関係性をさらに深めていきましょう。というわけで、今回の動画がいいなと思った方は高評価お願いします。そしてこれからもレアに関する動画をたくさん更新していきますので、次の動画も見たいよという方はチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回の動画は以上です。では。